皆さんこんばんは、ミックです。今私たちは埼玉県の長瀞秩父にやってきました。めっちゃ綺麗、めっちゃ自然なんだけど、ね、天気も良くてよかった。そう、今日天気がいいから日帰り旅行しようということで埼玉までやってきました。今日はこの後秩父と長瀞を楽しんでいきたいと思います。サイクリングしよう。そうね。はい、それではショートトリップスタートです。赤ちゃん。ヤギか。ヤギ？かわいい。出てるよ。もうすぐ毛刈りの時期なの。そうかな。おお、いいね。大自然の牛乳。腰に手を当てて。うまっ、美味しい。最高。そば。なんか長瀞ってそば有名っぽいね。そうなの。いっぱいあったよ。多分水が綺麗だからかな。おお。楽しみ。すごい美味しそう。もみの木でざるそばと味噌ポテト、味噌だれがかかってるお芋の天ぷら、旬の野菜とくるみだれのおそば。これがなんか有名なんだよね。そう、長瀞でこれが有名らしい。味噌ポテト、あ、うまっ。あれだ、味噌田楽のさ、タレがかかってる。美味しい。天ぷらうまい。ね、最高。すごい。すごい。結構流れ早い。流れ早い。うわ、あれ乗るんだ。ちょっと怖いね。すごい。ください。でこれからね、長瀞ライン下り上流の A コース約3キロで下っていきます。3キロ今日川の水がちょっと多いんであっという間に終わりますからね。へえ。いつもより水多いですからね。早い。カワウ、この右側。すごい。魚潜って食べる鳥あるよね。この先落山の
持ちがいい。最高。左側で約600メーター1枚岩。へえ、一枚岩なんだ。これが本当だったら地下20キロ30キロ掘らないと出てこないって言われてる岩です。気持ちいい、冷たい。水助走つかないと思う。右側のね上の方に木が生えてます。すごい。石畳。岩畳だ。あ、岩畳。楽しかったね。ね、ライン下り。めっちゃ楽しかった。すごい。やめてよ、ちょっと。やめてよ。着替えないんだから。死んじゃうって。この川の流れの速さ。アイキャッチ。よいしょ。レディーゴー。10秒チャレンジ。5秒経過。でも結構いい線いったと思う。いった。今日は我が愛車ブロンプトンをわざわざ都内から持ってきました。サイクリングします。は長瀞コース何キロだったっけな。24キロ。い。いえ、そんな長くないと思う。なかった。安全運転で。はい、楽しみましょう。1時間ぐらいサイクリングしましょう。はい。右。やっぱ川沿いだから風が気持ちいいわ。さあ、かき氷屋さん目指して頑張りましょう。私はそのために頑張る。ゴー。さあ、荒川です。うわ、すごい。うわー、すごい。あっちが上流だね。さっき下ったとこが。お、まさにここかもね。最高です。ブロンプトンと私最高にブロンプトンしてブロンプトンさんいつでもお仕事お待ちしておりますお待ちしてます。お待ちしております。さあ、折り返しぐらいかな。お、キツネだ。キツネいたのに。初めて見たかも。水分補給。夏だね夏だわ。めっちゃ鳥いる。蚊もすごい。
みスペシャルっていうのに白玉トッピングと限定のみかんの氷とお持ち帰り用の羊羹買いました、すぐ入れそう。すごい。こういうこと？抹茶めっちゃ美味しそう。抹茶にかけて白玉、うまい。みかんめっちゃ美味しいよね。自転車で出した汗がすべてここで回収されてる。本当最高すぎじゃん。最高に美味しかった。美味しかったね。じゃ帰ろう。あそうね。食べや後で。うん。今からどこ行きますか？今から大量に汗をかいたのでボンノ湯という温泉に行きたいと思います。はい。帰り道やしね。日帰り温泉貸し切りです。はい。はい。私たちはちゃんとTシャツを調達しました。汗かいた。いや久々こんな汗かいたわ。ね。温泉入って帰りましょう。これか、ボンノ湯。関東一の重曹泉美肌温泉。楽しみ。おなんかいいやん。いいね。いいじゃん。早くお風呂入りたい。汗びしゃびしゃ。いい雰囲気。ね。さっぱり。新しい T シャツ。さっぱりです。ね。もう今は5時。めっちゃ遊び倒したね。ね。楽しかったね。楽しかった。さあ、そろぼちぼちはい。帰りますか。お風呂入ったし帰りましょう。秩父長瀞旅終了です。最高でした。最高。気持ちいい。Even in my darkest hour, shadows loom.
時に生きながらもキュン。踊っといた方がいいんじゃない？はい、始まりました最近土曜ラジオ第7回。こんにちは。こんにちは。はい、今回からラジオの最初にずっちゃずっちゃわわーみたいななんてラジオ始まる時のさ、音楽あるでしょ、短いやつ、あれを探しましたので、はい、少しずつラジオっぽくなっていくって。第10回にはここにオンエアっていういやいやライトとアマゾンとかで注文しようかなと思っています。はい、はい、このラジオはですね、私がここにアトリエを作ったということで、私たちが半別居生活のような形で今生活していまして、動画にね、彼が出演する回数が少なくなるということで、私たち夫婦の関係性の今をお届けする、そんなラジオとなっています。はい、という割には出てくるよねなんかむしろ出てないっていうそうそうそう、むしろお腹いっぱいなんじゃないっていう実はもういいよみたいな。すごくね楽しいですし、あともうすぐね旅に行くんですけど、今回ラジオ、来週はナイトルーティンみたいな形でお送りしていきたいと思っています。はい、はい、今週はですね、日帰りで、埼玉に行ってまいりまして、長瀞と秩父を旅してきました。長瀞だけだったかな、もしかして。いや、温泉は秩父って書いてあった気がする。やや秩父やや秩父はいで、買ってきたものをね最初にご紹介して、それを食べながらラジオしたいと思います。まずは秩父プリン、美味しそう、秩父プリン、あとはこれは彼が気になってた秩父名物すまんじゅう。あ、売ってたんよ。はい、売ってました。1個だけ。あとは長瀞の駅前で買ったクリスケっていうお菓子とネギ味噌のおせんべい、あとはきなこ棒を買いました。そちらを玄米茶食べていきたいと思います。最近国内旅にちょっとこう私たちは心躍らせてるよね。なんか去年は海外たくさん行ったけど、なんだろう、国内にもいいところがもちろんあるわけで、日帰りで行けるところもたくさんあるっていうので、いろいろ調べて、行けそうなところから行くと。そうサクッと行けるからいいよね。なんか明日天気だから行こうみたいなことができるのが日帰りのいいところかな。今回も天気が良かったのでそんな秩父プリン食べるまでだいぶ無理。これ硬いわ。秩父プリン食べるまでそんなよかったよかった。いただきます。いきます。あ、硬いんだ。寒天ゼリーみたいな。寒天ゼリーみたい。美味しい。メープルシロップが入ってるからほんのり甘くて美味しい。駄菓子っぽい感じやん。はい、そういう感じで日帰りの旅行ってきて、意外とさ、平日なのに人いっぱいいたね。やっぱ観光地だから、びっくり。若い人もいっぱいいてさ、ね、なんか LINE 下り、ネットで見たら、なんか10分から40分に1回出発しますみたいな、で日帰りだからさ、人数集まらなくて、出発遅れちゃったら、ちょっと予定狂っちゃうなと思って、もう最悪もう貸し切りで行ってやるぜっていう意気込みで行ったんやけど、結果俺ら最後だったっていう全然パンパンだったよね全然心配しなくてよかった。私たちの船もパンパンだったし、次も人でいっぱいだったから、なんかむしろ週末とかだとすっごい並ぶらしいね。2時間ぐらい待ってたね。気持ちよかった。これからの時期もっと混むんじゃないかな、暑くなってね。そう、今週はですね、先週のお便り募集したものを紹介しつつ、そこから質問もいくつか来てるので、それをねお話ししつつみたいな感じでやっていこうと思います。まず先週のお題が悩んでたけどあっけなく解決したこと、でお手紙いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。どう考えた？あなたも最近悩んでたけどあっけなく解決したこと。マジであっけないよ。何？俺から言っていいの？いいよ。
ちょっと前に、その1日2リットルお水を飲み始めたっていう話をしたと思うんだけど、それでまあ良かったんだけど、1個だけ難点があって、飲んだらもうすぐ出ちゃうっていう飲んだ分だけですごいおトイレが近くなっちゃって、なんか特に夜、寝る前に飲む時はちょっと怖いなって思ってたわけ、でそれをこれは正解かどうか分かんない、正しいかどうか分かんないんだけど、岩塩をお水にちょっとだけ混ぜる、ほんのちょっとよ、混ぜると、その分お水も一緒に体に吸収されて、そのおトイレが遠くなった感覚がね。そうだから朝、その慌てないっていうか、お水って食事と一緒に飲むと、その食事の塩分とかで多分いい具合に吸収されていく気がするんだけど、直でお水だけ飲むともうなんか本当に何にも吸収されてないからね。そうなんだけど、岩塩の多分ミネラルとかと一緒に摂取すると、なんかね、体の中にいい具合に水分をなんか保ってくれるっていうか、いう感じがして、いいかどうかは知りませんがいいですよ。確かに。まあという、お水をたくさん飲みたいけどおトイレが近くなったので困っていましたが、岩塩を少しだけ一緒に飲むとあら不思議あっけなく解決しましたと。はあ、素晴らしい。今みんなさ、そんなんでいいのとそんなんで全然いい。素晴らしい。でもそういう健康系のこれをやめたら、あっけなく解決したとか、バナナを食べたらすごいお通じが良くなったよっていうのとかあって、そうね、なんか意外とさ、そういう日常のさ、っていうのってさ、ちょっとまあいろいろ試してみる価値はあるなと思うんだよね。そうだね。それが僕の困っていたけどあっけなく解決したことです。素晴らしい。あなたは考えた？私はね、なんか本当に考えたんだけど、これかもっていうのが一個あって、私のは結構今までずっと悩んでたことが気持ちが切り替えられるようになったっていう、あっけなくね。それは、私はそのどことは言わないですけど、顔面だったり体だったり、その見た目に対するコンプレックスがあったの、ずっとね。まあみんなあるやろ。そうみんなあると思うんだけど、ずっとあって、それに対して私は一人でずっと悩んでたわけで、なかなか人に言えなくて、家族にしか言えないし、あなたにもすごい関係が深くなってやっと言えたりとかしたぐらい、自分の中ですごいコンプレックスなものがあって、それについて指摘されないように生きてきたしみたいな。そうでもなんかね、ある日そのいつも仲良くしてるオーストラリアの3人組、3人組ね。そう3人組と、今整形するならどこするみたいな話になったの。でみんなが一人一人言ってって、これ私も言わないとなと思って、で2人に相当心許してるから、友達にそういうこと言ったことないの、で思い切ってさ、私はここがなんかすごい直したいって思うんだよねとか言ったら、気づかなかったよって言ってくれたのね。まあそれは優しさ半分やな。そう本当に気づかなかったのかもしれないし、優しく言ってたの、どっちでもいいな私にとっては。そんな自分が思ってるほど相手はなんかそんな私のその部分についてあんま考えてないんだって思ったのと、あと2人がここはコンプレックス直したいって言われたことを、私は全く気になんなかったのね。考えたこともなかったところを直したいって言ってて、ってことは逆もしかりなんだなって思ったの。でそこであっけなく私のコンプレックスが解消されたんだよね。今までずっと悩んでたけど解消されて、そうまあね、でもなんか俺もさ前言われたけどさ、そうやったっていう興味がないわけじゃないけど、なんかそこみたいな、もっとあるやろって違うかやめて違うかまた新しいコンプレックス生まれちゃうからなんか意外とね、その人って自分を見てないし、無関心だったりするから、それを頭では分かってたけど、なんか改めて友達とかに言われた時に、やっぱあんま見てないんだみんな人ってみたいな、自分のことって思ったら楽になれたし、こうやって私 SNS で自分の顔も出してるから、よりそういうさ、自分の見た目に対するコンプレックスっていうのは自分の中で強まってたんだけど、なんかそこから私はなんか自分はファニーフェイスなんだみたいな急にグーポジティブシンキングやな
まあ顔で言ったら、うん私はファニーフェイスなんだみたいな、なんだ別に絶世の美女じゃないしモデルさんみたいじゃないし、だけどなんか、まあ、ある意味特徴があってよくないみたいな、確かにそのキャラクター感があるんじゃないっていう自分の顔が可愛い可愛くない別としてキャラっぽいって思ったら受け入れられるようになった。今まではあなたにさ旅動画でこう顔をこう撮ってもらって「こんにちは」ってやるのがすごく嫌がってたじゃん。最初ね、でも今はもうなんかどんな顔しててもいい。なんかやっぱ自分が楽しそうに笑ってるとか、幸せそうにやってるっていう、その内から出るものの方がなんかこう素敵だなって思えるようになって、私はファニーフェイスだから大丈夫。そうね。そうでもなんかさ、その話聞いて思うのは、その最終的にその友達から自分がどう思われてるのかっていうのが分かった時に、それが解消したって言ってたけど、でもやっぱその前段階もあったんだろうなと思うのは、そのなんか最初と比べて、最初はさ顔をそもそも出さずに動画やってて、でちょっとずつなんか喋ったりとか出すようになって、旅に行くようになって、よりなんだろう姿形がちゃんと長く撮られるみたいな時が増えた時に、なんか対等のさ、湖にダイブしたりとかなんかあの辺でちょっとずつそのもういいよ出しちゃえみたいな開放感があったりとか、行く先行く先で自分の楽しんでる姿をなんかみんなに届けたいみたいな気持ちが強くなってって、なんか最終的に友達から言われたっていうので、なんか完全に自分の中で腑に落ちたじゃないけど、っていう感じがするから、なんか努力の賜物だったような気もしますね。やったー、褒められた。確かに、そうだね。場数踏むと慣れてくるというか、細かいこと気にしなくなったけど、でもあまりにも嫌だなって思ったら、淡くモザイク入れたりとか、あと普通に、まだ自分の中でコンプレックスあるから、自分が直したいって自分のためにね、思ったら直すかもしれない。直すっていうか、いい方に近づけるかもしれないけど、今のところはこれでいいやみたいな、こういうのが私ってなってるからもういいかなみたいな、なった。素晴らしい。素晴らしい。これがあっけなく解決したことです。でもやっぱさ、動画とかもそうやけどさ、キャラっぽい人ってさ、いいよね。他にもたくさん YouTuber さんいるけど、やっぱキャラクター化してる人ってすごくなんだろう魅力的というか、それだけ注目を浴びやすいだろうなと思うから、なんかむしろね職業的にはすごい良かったんじゃないですか。そうヒカキンさんみたいなさとか有名 YouTuber の人もさキャラっぽいじゃん。すごく、やっぱそれってやっぱり一つのこの YouTuber とか発信者にとって必要な要素なのかなって思うんだよね。だから、才能でしたね、実は。はい、私のこのファニーフェイス存分に使っていこうと思います。確かに、はい、素晴らしい。素晴らしい。ここで言ったこともまた素晴らしいですね。そう、ちょっとドキドキして若干震えながらの告白ですけど、そういう感じで、じゃあお手紙も読んでいきましょう。ラジオネームハンニャさんからのお手紙です。ミックさん、先生、はじめまして。こんにちは。ずっと YouTube を見てきましたが、初めてコメントさせていただきます。接客のお仕事をしているのですが、お客様の言葉や行動にいちいち傷つき、メンタルがやられていました。ミクさんの本をはじめ自己啓発本をたくさん読みましたが、自分のものにするのは非常に難しかったです。そんな時、通っているサロンのお姉さんに言われた自分を貝だと思えばいいという言葉にハッとさせられ、働いている時は貝殻を閉じ、オフの時は貝殻を開くのだと常に言い聞かせると、急にどうでもよくなりました。難しいお客様に出会っても、私は貝を閉じている、この人は貝に話しかけている何がいなんやろね何がいなんだ攻撃は受けないぞと自然に思えるようになり、あっけなく解決しました。些細なことですが、自分に何か言い聞かせることは非常にいい効果を生むと実感しました。ミクさん大好きです。ありがとうございます。ミクさんと先生は何か自分に言い聞かせていることはありますか？私はこれはだから、私はファニーフェイスだからキャラだから大丈夫っていうだと思うね。もうね、でもこの人をさ、なんか多分すぐには解決できなかったわけじゃん。けどある一言で、
あっけなく解決したと、でもやっぱさ最初さ悩んだ期間があったからさ、なんかハッとなれるんだと思うよね。そうなの。やけなんか悩んだ時間も、解決しちゃったらいい時間なんかなって思い返せるのが素晴らしいよね。だからこのサロンのお姉さんのおかげでもあるけど、ハンニャさん自身がこうやって悩み抜いたからこそ、そこでハッとできたわけで、だからそうであなたはある自分に言い聞かせてること。自分に言い聞かせること、なんだろう自分に言い聞かせること。でもあれじゃない、私あなた、あれじゃんと思ったけど、何？あなたが子供の時お母さんから聞かされてた CD のあなたは特別みたいな、あそれがあなたの土台だと思うんだけど。それはあるかもね。それね、俺タイトルとかそのテープの名前とかもう一切覚えてないんだけど、なんかねこれ知ってる人いたらね教えてほしいんだけど俺の記憶よ、間違ってるかもしれないけど、なんかね小人のおじさんがいっぱいいるわけ。DVD それ。いやカセットテープだった気がするな。ジャケットにね小人のおじさんがいっぱいいるの。そう、でなんかカセットテープ1枚じゃなかった気がするね。なんか何本かセットになったやつで、子供用のなんかだろうね。そうでずっとあなたは特別なんだっていう歌を小人のおじさんたちが歌ってくれるやつをなんかすっごい聞いてた記憶が今でもあって、だからなんかよく言えば自己肯定感が高いとも言えるし、プライドが高くなるとも言えるし、悪く言うとね。いろいろあるとは思うんだけど、やっぱ最終的な自分の砦はやっぱあの曲が作ってる気がするかな。わかるよ。あなたは時々メンタルがブレるというか、あるんだけど何かある時に、でも最終的に持ち直してるのは、多分そのあなたは特別っていうので俺は特別なんだってやっぱちょっとどっかで思ってるから、ぐっとなんかこうあれしてるなーって見てて思う。それかな。そういうことで、何かね言い聞かせることは大事だと思う。大事ですよね、そういうのはね。はい、大事です。そうやって自分を守っていくことはとっても大事だと思います。一体ハンニャさんは何貝なんでしょうか。確かに何貝なのか、そこだけはそうですね、教えてもらいたいですね。ぜひ教えてください。やっぱり硬い貝がいいよね。なかなか開けれない。硬い貝そうね、アサリ、シジミじゃダメよな。ダメ、すぐ開いちゃうから。ハマグリぐらいは欲しいかな。結構しっかりさガッガッってやらないと開かない貝にやっぱしてもらわないと。ハンニャさんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次もう一つ、これ解決してないものです。解決してないものも数の暴力で答えますっていうので、この前言ってましたので、もう一つお便り読んで、こちらをじゃあ本題にしたいと思います。はい、ラジオネームシータさんからのお手紙です。ミックさんの動画が大好きでいつも見てます。ありがとうございます。私は社会人5年目で今年27歳になります。私の悩みは自分がこの先どうなりたいのかわからないことです。仕事は楽しいのですが、自分が今一番やりたいことができているのかと言われるとそうではありません。同棲して1年目になる彼氏とは仲良しなのですが、将来を具体的に決めているわけではありません。時々自分はこのままでいいのだろうかと思います。ミクさんや先生は私と同じ年の頃どんなことを考え悩んでいましたか？そしてそれはどんな風に解決しましたか？ということです。30代前の曲がり角でみんな一回は悩む。そうやっぱね、社会人5年目ってね、もう一番悩む。もうしんどいよね。その1年目2年目はさ、もう右も左も分かんないからもう必死にやるしかないとか、5年目よな。魔の5年目、ちょうど27、多分25ぐらいからねうすうす感じ始めて、27ぐらいで焦り始めるよね。いよいよね。そうどうしよう、あと3年で30歳だし、このまま同じ道を行くのか違う道に舵を切るのかとかね、結婚するのかしないのかとか、どんなこと悩んでました？でも本当でも全く一緒よ。同じこと悩んでた。このなんだっけ、仕事は楽しいけど自分が今一番やりたいことができてるかって言われるとそうじゃなかったし、彼氏とは仲良しだけど将来を具体的に決めていってもなかった。もう一緒です。シータさん一緒です。一緒です。時々自分はこのままでいいのだろうかと思ってました。思ってました。私もでもやっぱどんな風に解決しましたかっていうので、やっぱこの一緒ですだけで終わっちゃったらあまりにも救いがないから。でもね、俺この手の悩みの時に一番聞いてたのがあって、あなたにも聞かせてたけど、
ブルーハーツのさもうこう何度も言ってるかもしれないけどブルーハーツの人が言ってた。そう言ってた辛いよなってみんな悩むよと、でも20代の時に悩んでても40、50になっても悩むから、悩んだまんまロック聴きゃいいじゃんっていうことを見ながら、もう泣きそうになってた。そう悩んだまんまでいいんだよっていうね。あと一個あるのは、岡本太郎の自分の中に毒を持てたっけ。やっぱあの本はすごいいいなって思うよね、なんか刺さるし結構強いけどね言葉は。そう強いけどなんか20代のうちに読んどいてよかったなとは思う。確かに、私もあなたに教えてもらって読んだけどよかった。まあ有名な本なんで読んだことあるかもしれないけど、どう？私はねどうやって解決したかなっていうとどんどん自分を追い込んでったね。なんかそういう例えば、そういう自分の中に毒を持ってみたいな本もそうだけど、なんかこう今のままで大丈夫だよみたいなことを優しく伝えてくれる本とかを読むんじゃなくて、今のままこのままいくとこのままのままだぞみたいな、ヒーってなるようなものを読んで、やっぱ本当に何かやらないとなって思って、気持ちをこう高ぶらせて、であれもやってみたりこれもやってみたり、何かしら行動はしてたけどずっと悩んでた、そうねずっと悩んでたしずっとうつうつとしてた、なんか毎日楽しくなくてこのままじゃやだどうしようでも何も思い浮かばない、どうしようどうしようどうしようって泣いたりもしてた。あなたの場合は YouTube 始めたこと、その前のカップアートか。その前のカップアートの時からもう描き始めてて、カップアート知らない人も多いと思うんですけど、私インスタグラムで紙カップに絵を描いてインスタグラムで発信して、そこで1万人ぐらいフォロワーさんが増えて、なんか私なんかアートかなんかこういう何かで、何かクリエイティブなことがしたいと思ったんだけど、もうこれってこれ以上上ないなみたいな。あったかもしれないけど、自分の中でやりきった感があったって感じ。そうね、それもある、でもこれはない、もう無理だわと思って、新しいもの何か見つけないといけないって思ってて、本当にいろいろ考えたんだけど、その時に YouTube かなって、なんか思って、で YouTube やってみようかなってあなたに言ったら「やんなよ」みたいな。でもなんかその YouTube の時に傍から見てて言ってさ、そんな貯金もなかったでしょ。全然なかったね。でもさ機材買ったりさ、その動画のためにさいろいろ買ったりさした。やばかった。もう口座を限界まで苦しめながらずっと収益化しない期間を乗り越えてきたわけだから、でいつ収益化するかわからないのを寝る間も惜しんでやってたぐらいだから、なんかその覚悟ができた時には解決してたんかな。そうだね、これその今の話聞くと、結構思い切って行動した方がいいっていう結論に受け止められそうなんだけど、俺意外とそうでもないんじゃないかって思ってて、多分お互いそうなんだよね。ミクさんも実はその YouTube やる前、インスタをちょっとやり始めたぐらいの時にちょっととあるね、なんか転職を考えてたよね。プロトラベラー。そういう話があるんだけどって相談されて、俺は止めたんよね。止められたね。やめなさいと。でそのシータさんも27歳でそういう話ってある時期なんだよね。そうだね、なんかちょっといいかもみたいな案件が来るんだよね。そういうタイミングって人それぞれあると思うけど、この20代中盤から後半にかけて、そういうなんか転職の話とか、楽しそうな仕事の話、楽しそうな仕事の話とかって来るんだけど、絶対に自分だけで判断しないこと、確かにもうこれはね、幸運は大胆な人が好きを出してる人でさえ思ってるって思ってほしいんだけど、これが私の道かもって思っても、一回ちゃんと立ち止まってっていう、で特に思うのはこの人は仕事は楽しいって言ってるわけ、確かに。でそのパートナーの人もいて、確かに楽しそうなんよ、人生は今。で多分周りから見たら羨ましがられる対象なんですよ実は。そうだね。でそういう人でもまだもっとあるんじゃないかもっとあるんじゃないかって、実際の状況を知らないから断定はできないけど、すでにすごくいいところにいるんだよっていうことも同時に思って分かってほしい、確かにっていうのがブレーキ役なんでそうだね。変な話、今実は幸せなのにそうじゃないかもって思いながら選んだ選択って今の幸せですらつかめなくなる可能性もあるっていうことをちゃんと理解しないと、本当ね
取り返しのつかないこともありますんで。確かにそうだね。はい、私多分27ぐらいの時になんかプロトラベラーっていう、私のインスタグラムでつながってる知り合いの人たちが昔やってた仕事で、いろいろなところに旅行って、記事を書くっていうやつのオーディションに行ったんですよ。で私はまだ全然旅にもどこにも行ってないのに、ハワイに行くぐらいで遊びで、なのにプロトラベラーになりたいですって、かっこよさそうだったから、であなたに相談したけどやめなって言われて、でもやってみたいって言って、オーディションは行ってくるわって言って、でそこで一次審査で落ちたのよ普通に。あ、そうやったっけじゃあ俺のおかげじゃないじゃん。そうでも自分の中でもねちょっとモヤモヤしたの。これって今のやってる仕事よりもお給料もらえるのかなって思いながらも、新しいことがしたい、プロトラベラーとかなってみたいって思った気持ちのままやってみたのね。で結局ダメだったの。でその時になんか悔しいっていうよりかはちょっとホッとしたの、落ちて。なんでかっていうとやっぱなんか自分の中で不安があったの、っていう。でも結果的にあれでプロトラベラーなんなくてよかったし、今なぜかプロトラベラーみたいな仕事になってるの。確かにねだからこういう仕事に就きたいと思ってこのルートだけじゃなくていろんなところからたどり着けれることがあるから、やっぱね焦んないってのはめっちゃ大事と思う。そうだよね。そう私も本でね「幸運は大胆な人が好き」ってタイトルにしてるけど、でもよくよく本の中を読んでもらうと、すぐにそういうふうに大胆な行動を取ったわけではなくて、こういういろんな下積みとかこういう思いがあったから、ここでやっと踏み出せたって。葛藤があるんだよね、一旦ね。葛藤とか経験とかね、失敗とかを繰り返してこれだって分かるから、そのねやっぱ人生逆張りっていうのも大事で、その今楽しい仕事があってパートナーもいて、それを続けてることですら今価値がある。今みんなすぐ転職しよう、こっち行こう、別のことしよう、そういう、世の中の流れも結構そういう雰囲気だと思うけど、そうじゃないことをしてる方が希少価値ってどんどん高くなっていくから、自分の周りだけじゃなくて、それなんかもうちょっと俯瞰していろんなものを見ると、意外と今やってることを続けることが、実は5年後チャンスだったりとか、10年後チャンスだったりとか、っていうなんか人生トータルでの選択を考えると、いい結果が出る気がしますね。確かに。逆張りはうちらの中でそうめちゃくちゃ大事なワードだよね。そういう風に止まるっていうのは結構大事なんですよ、人生において。止まるね。そう確かにこの進もう進もう言われてる時代にね、周りがめっちゃ進んでる時は止まった方がね、得すんだよね。不思議なもんでさなんでだろうね、面白いよね。逆にみんな停滞してる時に走ったら一番になれるから、そうそう YouTube が伸びたのも世の中が停滞して、みんなこれから何したらいいんだろうって思ってる時に、じゃあ私もよく分かんないけど YouTube やっちゃおうって先にやっぱ走り出したことが、やっぱりそれが今につながってると思うんだよね。なんかあの時ってさ YouTube っていうものを席巻した世代があって、第2世代第3世代ぐらいまであって、もうレッドオーシャンだみたいなさ、もう今更 YouTube 行っても無理ですよって言われてた時だったんだよね、実はね。じゃあ入ろっていうことが、今につながってるわけだから、逆に言うと今みんなそういうのをやろうっていう時は、逆にやらずにコツコツと何かを貯めとく方が、5年後意外といいかもよっていう選択肢もありますと。そうですね。もちろんこの人行きたければ全然いいんだけど、でもね、この方は多分現状に満足はしてるんだけど、このままでいいのかなって漠然と不安に思ってるだけだと思うから、幸せを謳歌しましょうそう例えばこれ27歳でしょ、37歳になっても同じこと考えてると思う。結婚もしたけどこの先どうしようって、で57歳になっても同じこと考えてる。俺それで思い出した、あなたのおばあちゃんがさ、人とコミュニケーション取りたいから、なんかパートするみたいなさ、ニラ仕事ね。ニラ仕事で、そのおばあちゃんが言った一言が、人間関係って難しいってうちのおばあちゃん何歳だっけ、もう90で80、90になっても人間関係って難しいって思うらしいのでそういう漠然とした悩みはそのままでもいいこともありますよと思います。これが今実は幸せなのかもって、それをかみしめないとね、今をかみしめないと、未来は作られないからね。そうじゃん、シータさんも踊り場で踊んないといけないわけだよ。
だから今フィーバータイムなんですよ、実はだからその時はフィーバーしとけばいいんですよ。そうだね、本当に立ち行かなくなった時に考えればいいし、まあ今から考えたかったら考えとけばいいんだよ。そうそう普通にでいつか私やったるでって、思っとけばいい、以上で以上ですシータさん頑張ってください頑張ってください。じゃあ楽しんでください。そう楽しんでくださいやっぱねいろんな人生があるんだなと思ってすごくラジオ面白いですね、当分続けていこうかなと思っていますけど、これが7回目、まあ基本的にそのリビングアローンダイアリーズの時はラジオがつくかなっていう感じかなって思っています。その次回第8回の時のテーマ、募集しておこう。前回が困ってたけどあっけなく解決したことでしょ、まあ、これから梅雨そうだね、梅雨の思い出なんでなんかちょっとポッとしちゃったポんだけどッと恋バナばっかり来るかもしれないけどでも恋愛の話いいかも。まだ恋愛の話してないわ。ね、分かった、はいこの日本の少子化晩婚化の流れを阻止するために、はい、結婚ってこんなにいいんですよエピソード。結婚して本当に良かったエピソード。そしたらさ、結婚してない人も読んでてさ、あ結婚してみようって確かに思えるかもね。そう確かに。じゃあ結婚して本当に良かったエピソードでもさ俺ら言わないといけないってことやろしっかりと考えてきてねちょっと待ってしっかりと考えて結婚して本当に良かったエピソーでもこれ結構いいと思うよね、ド。いいと思う。面白いと思うよ。いろんなエピソード来るでしょ。結構さほらテレビとかでさ、結婚を後悔したとかさネガティブなのが多いからね。多いから、ほっこりするやつね。そうめちゃめちゃ結婚っていいですよっていう、社会派コメント、にまあもちろんその結婚だったりパートナー間について悩みがあるっていう方がいても、そちらも全然コメントしていただいて、したら答えてくれるかもしれないし、皆さんがねうちらも答えれるかもしれないから、結婚しててもしてなくてもどっちでもいいので。じゃあラジオ第8回のテーマは、結婚して本当に良かったと質問はパートナーとの関係で悩んでいること。そちらを募集します、はい、どしどしラジオネームつけて送っていただけると嬉しいです、はい、では第7回今週もありがとうございました。ありがとうございました。今回のラジオも良かったよという方がいらっしゃいましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします、では最近土曜ラジオ終了です。次回のラジオをお待ちください。乾杯もう入ってないこのほうじ茶美味しくない？うん。はあ